皆さんこんにちは、歴史です。今回は以前にアップロードしたワバジャックモッドリストフォールアウト4 Next Gen を更新しましたので、その内容とおすすめのモッドを紹介していきます。この新しいモッドパックではシムセトルメンツ2を中心に400を超えるモッドを導入してあります。ビジュアルや環境、ゲームプレイにアーマー、武器モッドなど導入しているモッドは全て次世代版で問題なく動作します。特にクエストモッドに関しては大型のものを複数導入してありますので、バニラとは異なる新しい遊び方でプレイスルーを進めていくことができます。ただしメインのストーリーラインを大きく改変するオーバーホールモッドの性質上、予期しない不具合が起こる可能性はありますので、そのあたりの注意点も踏まえてこのモッドパックの内容を見ていきたいと思います。それでは最初にユーティリティのセクションから見ていきます。ここには MCM をはじめ便利なモッドが揃っています。ゲームの難易度などを細かく設定できる GCM、 カメラを詳細に調整できるカメラツイーク、パフォーマンス改善の決定版シャドウブースト、サバイバルモードでセーブやファストトラベルを有効にできるアンリミテッドサバイバルモード、戦闘中以外 AP が減少しないアンリミテッドスプリントアウトオブコンバット、敵の戦利品から弾薬を抽出するリムーブアモフロムドロップガン、弾薬を回収するために武器を拾う必要がなくなります。他には SIM2 で必要になるワークショップフレームワーク、こちらも次世代版に対応しています。そしてセトルメンツオブアンリミテッドサイズは移住地の容量を無限にします。プレイスエニアはオブジェクトを制限なく自由に配置できます。バカスクラップヒープはスクリプトの読み込みに使用するメモリ容量を3倍から4倍に増やしてスクリプトを対応するモッドの安定性とパフォーマンスを向上させます。この辺のモッドは SIM に限らず通常のゲームプレイでも役に立つモッドですね。お次はボディ、フェイス&ヘアのカテゴリー。ここでは多くのモッドを導入してキャラクターを拡張しています。まずルックスメニュー、こちらはついに次世代版に対応しました。キャラクリをオーバーホールします。このルックスメニューに合わせてフェイスプリセットもたくさん追加しています。髪型に関しても男女問わず様々な髪型モッドを導入しています。これでもキャラクリに満足できない場合はマヤレースを使ってください。ちなみに今回のモッドパックではゲーム開始時に自動的にマヤレースが適用されませんので、コンソールコマンドでプレイヤーセットレースマヤレースを実行してください。このコンソールコマンドは概要欄に記載しておきます。あとはエクスプレッシブエクスプレッションでキャラクターの表情が豊かになりますが、この雰囲気が合わない方はいつでも無効にできます。再度有効化してもロードオーダーに影響は出ません。続いて NPC、 ここでは NPC との交流を増やしたり入植者を美化して多様化するモッドを導入してあります。まず定番の NPC トラベル、これで連邦を旅する NPC が多数追加されています。 U&FORT Army 2はミニツメンを拡大します。ミニツメンクエストを進めていけば派閥が活性化して様々なクラスのミニツメンが連邦で頑張っているのを見ることができます。全体的な NPC の美化に関してはロッツモアセトラーズ、ベターセトラー、ニューセトラーズなどのモッドで男女ともにかなり改善されて多様性がぐっと増します。同じような風貌した NPC が登場することはなくなり、髪型、衣装なども含めてバリエーション豊かな顔ぶれになります。こんにちは。それでは次はアーマーと衣装のカテゴリーです。ここにはエリーズアーマーをはじめアベアーマー、ブイトワードローブ、トーバジャンバーなどなどバリエーション豊富に揃えています。次世代版で最近流行りのトーバジャンバーアーマーに関しては統合パッチなどを導入してミニツメンとレールロード、ガンナーが装備するようになります。そして今回はバニラ衣装のリプレイスとしてフィーメルアウトフィットリプレーサーを導入してあります。このモッドはほぼ全ての女性用バニラ衣装を美しく見栄えの良いものに置き換えてくれます。加えてニューエクイプメントオーバーホールも導入していますので、いろんなバニラ衣装に好きなアーマーを重ね着できるようにしています。この元は AWKC を要件としないアーマースミスみたいな感じですね。それともう一つ、ビジブルウェポンとウエストランドタクティカルビジブルウェポンパック。
現在次世代版ではクラシックホルスターが対応していませんので、こちらを使ってみてください。アパレルとして装備した武器モデルを実際の武器とリンクさせて使います。設定するのは少しややこしいですが、バックパックの左右と背面に武器を収めることができて没入感は高いです。アーマーに続いて武器モッドも見ていきます。今回はそれなりの数のモッドを追加しています。特にコンバインアームズとコンバインアームズエクスパンションパックでかなりの数の実銃が追加されます。その他スナイパーライフルの名作 XM2010 や背景音がかっこいいクラシックな武器モッド M1 ガーランド、ダックさんの38口径マシンピストルやブルパップスカウトライフルも追加しています。エネルギー系の武器もワッツレーザーガンをはじめアナザー1 RCW リボーン、クロスブレイクアクションレーザー、アルキメデス2を新たに導入しています。モッドパックに入っているほぼ全ての武器はレベルズリストに統合されていますので、いずれいろんな NPC にばらまかれると思います。どんな敵がどんな武器を持っているのか観察するのも楽しいですね。それではここでゲームプレイのカテゴリーを見てみます。今回は次世代版での安定性と少し難易度が上がりすぎる問題も考慮して非常に面白いモッドではありますが、ベタロケーションダメージを外して代わりにライブディスメンバーメントを導入してあります。ヘッドショットダメージと四死切断はとても安定していて軽量で扱いやすいモッドです。戦闘 AI は最新のモッド For Accuracy Out Deadly Enemies を導入しました。この AI モッドは ESP のみで動く AI モッドでありながら的確に動作します。この AI の影響を受ける NPC は敵対する相手に対して敏感に反応して攻撃的になります。また敵との距離や持っている武器によって戦術は変わります。そして派閥ごとに射撃の命中率も変更されていて、レイダーやスーパーミュータントは命中率は低いですが、ガンナーや BOS は的確に射撃してきます。ロボットとシンスに関しては完璧な射撃能力を持たせてあるようです。その他には細かくカスタマイズできるミニマルミニマップを導入したり、アトミックワールドで多くのロケーションも追加されています。あと面白くて便利なモッドとしてインターセーブコンテナも導入しました。このモッドはセーブ間でアイテムを共有できるコンテナが利用できるようになります。キャラクターが異なっていても全てのセーブデータでこの共有コンテナにアクセスしてアイテムを出し入れできます。あと手軽に装備を変更できるモッドで次世代版に対応しているのはトグルエクイップ。お気に入りのアパレルを登録して切り替えることができます。コンソールで便利なのがクリックライト。クリックしたオブジェクトがハイライトされます。そしてなんとクラフティングハイライツフィックスが次世代版に対応しました。これでクラフト時のアイテムモデルがカラーで表示されます。最後はクエストモッドを見ていきます。クエストモッドはシムセトルメンツ2をはじめ大型のクエストモッドを多数導入してあります。傭兵としてのビジネスが展開できるガンフォーハイヤー、カルマシステムやホールドアップなど独自のシステムを備えたクライム&パニッシュメント、バニラのストーリーラインを大幅に改善するアウトキャスト&レムナント、デプラビティプロジェクトバルキリー、エンクレイブの一員となってエンクレイブを再建するアメリカライジング2、ダイヤモンドシティ地下の新しい区画で暮らす人々に焦点を当てたクエスト、フェンズシェリフデパートメントブリッジャーズ2。これらの大型クエストモッドはいくつかあるパッチで共存可能ではありますが、各クエストを並行して進めた場合はどのような結果になるかは検証できてません。もしも安定性や不具合が懸念される場合はプロファイルをコピーしてクエストとダイヤモンドシティのセパレータ内のモッド全て外してシム2のプレイスルーを行ってください。今のところ全てのクエストモッドを問題なく開始して進めていくことはできていますが、この先どんな不具合が起こるかは不明ですのであらかじめご了承ください。ということで今回は新しいモッドパックの紹介でしたが、このモッドパックに関しては導入しているモッドの使い方や
注意点などまだまだ不足する必要があると思いますので、後日生配信でチュートリアルを行いたいと思います。それでは今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。